ちは。聞く日本語のあずさです。今日も簡単な日本語を使って日本の文化や日本語について紹介していきたいと思います。今日のテーマは温泉。私、温泉大好きなんですよね。温泉に入るとどんな嫌なことでも忘れてしまうくらいリラックスできるんです。今日はそんな温泉をもっと楽しむことができるアドバイスと一緒に3つの言葉を紹介していきたいと思います。まず1つ目、天然。そして2つ目、温泉街。そして3つ目、湯巡り。今日も楽しんで日本語を勉強していきましょう。日本は地面のどこを掘っても温泉が出ると言われています。それはなぜかというと、日本には火山がたくさんあるからです。過去1万年の間に噴火したことがある、つまり爆発したことがある火山を活火山と言います。皆さん、日本にはこの活火山がいくつあると思いますか？実は111個も存在しているんです。火山の噴火は恐ろしい災害ですが、この火山があるおかげで気持ちのいい温泉を楽しむことができるんですね。地面から出た温泉のことを源泉と言います。源泉には多くのミネラルが含まれており、そのミネラルが肌や体の調子を整える、つまり肌や体にとっていい影響を与えると言われています。この源泉を使った温泉のことを天然温泉と言います。さあ、ここで今日の一つ目の言葉が登場しました。天然。これは自然のものという意味です。温泉以外にも非常によく使われる言葉です。例えば、日本人はマグロをたくさん食べますよね。そのマグロが自然のもの、つまり海から取ってきたものである場合は、天然マグロと言います。また、自然に生えている木を切って加工した材料のことを天然の木材と言ったりします。それから天然は人間の性格を表す言葉でもあります。それはどんな性格かというと、周りの人と違った行動をする人、つまり自分の意思に、自分の気持ちに自然に従って行動する人のことを言います。あの人天然だよねといった使い方をします。これは実はあんまりポジティブな意味ではありません。天然温泉かどうかは、源泉の温度が25度以上であること、そして源泉に含まれている成分、つまりミネラルみたいな感じですね。それによって決められています。これを決めているのが温泉法です。日本には温泉についての法律もあるんですね。多くの場合、温泉は旅館やホテルなどとセットになっています。宿泊しながら温泉を何度でも楽しむことができるので、非常に便利です。そして日本には町全体がそのような温泉施設になっているところがたくさんあります。そのような町のことを温泉街と言います。
今日の2つ目の言葉ですね。何々街とは、何々がたくさんある地域、つまりエリアのことを言います。例えば、商店街。これはお店がたくさん並んでいる地域のことを指します。そして、繁華街。これは東京の渋谷や原宿など人がたくさんいてお店がたくさんあって賑やかな場所を指します。温泉街には様々な温泉施設があります。それぞれの温泉施設はお湯の性質は似ているかもしれませんが、お風呂の大きさや形、そしてそこから見える景色が違うので、比べてみるとかなり面白いです。温泉街にあるいろいろな温泉施設を見て回ることを湯巡りと言います。今日の3つ目の言葉ですね。巡るとはあちこち見て回るという意味です。温泉だけでなく、他にも観光地やお店について使うことができます。例えば、カフェが好きな人はいろいろなカフェに行きますよね。その場合、カフェ巡りをすると言います。今日のお話は以上でおしまいです。今日の言葉を復習してみましょう。一つ目、天然。二つ目、温泉街。そして三つ目、湯巡り。今日もたくさん日本語を聞いて勉強することができましたね。最後まで見てくださってありがとうございます。これからも一緒に勉強を頑張りましょう。バイバーイ。